この際、辻元清美君から関連質疑の申し入れがあります。枝君の持ち時間の範囲内でこれを許します。委員長。辻元清美君。はい、立憲民主党の辻元清美です。総理、まず最初に、今、アメリカの大統領選挙、開票が進んでおります。一つお伺いしたいんです。私ですね、このアメリカの大統領選挙を見ておりまして、社会の分断、これ、非常に懸念されると思いました。トランプ大統領になってから、フェイクニュースでないという応酬とか、さらにこの大統領選挙が、アメリカ社会の亀裂、分断を深刻にしていくんじゃないかという、懸念を持ちながら、この大統領選挙を見ておりました。そういう懸念について、総理はどのようにこの大統領選挙をご覧になってたでしょう。いかがですか。内閣総理大臣、菅義偉君。日本と比較をすると、歴史的にもいろんな民族の方が集まって国を作っているわけでありますから、そういう中で、今度のこの選挙戦、その分断だとか、そうしたことも含めて私は見てました。辻元清美君。いずれにしても、どちらの方が大統領に選ばれます。このあとですね、総理は新しい大統領とどのように向き合いたいですか。内閣総理大臣、菅義偉君。日米同盟は日本の外交のまさに基本でありますから、そういうことのもとに、次の大統領としっかり付き合っていきたい、こういうふうに思います。辻元清美君。今、社会の分断ということを申し上げました。私はですね、アメリカだけの話じゃないんじゃないかと思うんです。この予算委員会でも私、歴代10人ぐらいの総理大臣と議論させていただいてまいりましたけれども、総理が官房長官を務められた安倍政権、私はやじ飛ばされたりもしました。しかしですね、非常にこれは有識事態だと思ったのは、野党攻撃もひどかったんです。民主党政権は悪夢の時代だったとかですね、国民に向かってもですね、こんな人たちに負けるわけにはいかないと、総理大臣自らが、対立を煽るような発言をされてきたんじゃないかと、非常に懸念しておりました。私が住んでいる大阪でもですね、つい先日、5年間で2回も住民投票を、あえて申し上げますけれどもね、住民から望んだのではなくですね、一部の政党によって、仕掛けられたような形だったと思いますよ。署名を集めて住民投票したわけじゃないわけですから。でね、これは日本でもですね、このトランプ政権で起こったような分断、私、安倍政権でも社会の分断が進んじゃうんじゃないか。で、大阪では住民投票があって、私は大阪を協調の時代に新たに持っていきたいと思いますから、大阪で頑張りたいと思いますけれども、私はやはり菅総理になられたわけですから、この安倍総理のようにですね、対立を煽うような発言は慎んでいただきたいしですね、野党を攻撃したりして、自分たちが政権を維持していこうとか、それからフェイクニュース、例えば日本学術会議のですね、案件についても、自民党の議員がフェイクニュースではないかと指摘されているようなことを、ネット上で流布するということまで起こってるんですよ。で、なんかね、学術会議のことも、あたかも学術会議をみんなでなんか問題にしていこうみたいなですね、改革というよりも、むしろなんか対立を煽るようなね、そういう風潮があるんですよ。そういうことは慎んでいただきたい。総理大臣として、まず約束していただきたいと思いますけれども、対立や分断を煽らないということ、そしてそういう姿勢で国会審議や政治をやっていただきたい。そして日本学術会議のことも、そういう対立を煽るような発言が御党の議員の中からあったら、しっかりそれは見過ごさずに注意をしていく、まず約束してください。いかがですか。内閣総理大臣、菅義偉君。
対立と分断というのは良くないと思いますけれども、しかし、お互いに切磋琢磨して、政策を主張し合うことは、これはいいことじゃないでしょうか。お互いに国民のために政策を提案し、そこについて侃々諤諤の議論を行っていくということは、私はいいと思います。辻元清美君。さてですね、私は以前から菅総理に、これは聞いてみたいなと思うことがあったので、かつての総理が持論とされてきたこと、これ、ちょっと最初にお聞きしたいんです。私、総理と同じ意見なんです。世襲制限なんですよ。で、総理はですね、もうあちこちでですね、ビラまで巻いてるんですね、世襲制限しなきゃいけないと。そして、インタビュー、それからさまざまなところ、原稿も書いていらっしゃいます。世襲制限の断行が日本の未来を開く、世襲を許せば自民党は死ぬ。で、その中でどういうことをおっしゃってるかといいますと、世襲にしたら出たい人が出られない、それって国民目線から見て変でしょ。世襲制限をして世代交代を図る、そんな当たり前のことをやらないと、自民党に未来はない、今も同じお考えですか。内閣総理大臣、菅義偉君。まさに、私は地方から出てきて、何もないところで国会議員の秘書をさせていただいて、ゼロからスタートしています。で、私は小選挙区世代、初めての選挙で当選をさせていただきました。そういう中で、当時、私ども自民党は世襲の方が圧倒的に多かったんです。確か6、7割、5割超えてたと思います。そんないない、そんないない。そういう中で、私自身は、世襲は制限すべきだ。世襲制限ということです。制限をして、必ず世襲の方が小選挙が出る場合でも、そこの場で投票して出る。予備投票というのは党員投票みたいな形で出すとか、そういう方策を実は作って、今日まで自民党は来ていると思っています。委員長。辻元清美君。総理ですね、自民党の世襲の方は、その頃から減っておりません。総理も4割とおっしゃってて、今も約4割いらっしゃるんですね。で、お一人お一人がですね、私は立派な方もたくさんいらっしゃいます。しかし一方ですね、偉い、この人、ボンボンちゃうかと思う人もいてるんですよ。で、大臣もですね、20人大臣いてはるんですけどね、12名が世襲の方なんですよ。でね、私は総理、こういう提案されてます。具体的にですね、3親等以内の親族を公認しないことを考えている。本当に出たければ、違う選挙区から出ればいい。でね、総理もですね、お父さんが町会議員をされてましたね。そして、4期当選されて、副議長をされたお父さんも、地方の政治家でいらっしゃいました。これは事実ですか。内閣総理大臣、菅義偉君。それは事実です。辻元清美君。しかし総理はですね、違う選挙区から自ら実践して出てらっしゃるわけですよ。秋田で、副議長も務められて、で、お父さんが町会議員をやってたところ以外のところで、非常に苦労もされたと思いますけどね、総理自ら違う選挙区で出た方が、世襲の方、非常にいろんなことを親から学んでいい面も持ってると。しかしやはり違うところで一から苦労してこそですね、さらに磨きがかかったいい議員になるんじゃないかとおっしゃってるわけですよ。でね、総理はですね、この世襲問題は自民党のタブーなんです。そこに私は切り込んだ。何も幹事長にならないとできないわけではないと言ってですね、麻生総理の時に官邸に乗り込んでいったりしてるじゃないですか。幹事長どころか、総理総裁になったんですからね、私はやっぱ多すぎると思いますよ。大体総理大臣候補もみんな世襲の方なんですよ。でね、ずっと総理大臣の子供はみんな来てはるんですよ。麻生大臣はまだまだ頑張れると思いますけれども、ご優待されたら、
お子さん、息子さんを出したいですか、いかがですか。どうですか。麻生財務大臣。予定外の通告で通告を受けてないよね、この質問はね。この質問、あらかじめ次元通告はありませんでしたね。通告の必要ない。必要あるかないか、私が決めますから。いかがですか。ご質問の内容をもう一回言ってください。後継ぎをさせるかどうかという意味ですか。はい、まだ引退すること考えてないから。辻元清美君。まあですね、自民党にはですね、例えば一時ですね、大正時代から議席を我が一族でいただいておりましてと、おっしゃってですね、批判を浴びた方、今もいらっしゃるんですけど、でも私はその人が悪いと言うんじゃないんですよ。大正時代からだと100年ですよ。この中にもいらっしゃいますね、大正時代から先祖代々じゃないけど。でなぜこういうことを言うかというと、菅総理はですね、こうもおっしゃってるんですね。国民が厳しい生活をしているときに、自分たちは何もしなくていいのかと。だから世襲制限が必要なんだ。今ね、コロナの時でしょ。でですね、言ってみれば、店が潰れたりとか、パートで仕事が打ち切られて、子供抱えて、本当に苦しんでるシングルマザーの方とかいらっしゃるんですよ。でね、私はやっぱりこういう時だからこそですね、あれだけ世襲制限っておっしゃってきたんですからね、ちょっとやってみようかと、検討するぞと、自民党、それぐらいおっしゃったらどうですか。総理、いかがですか。ビラも巻いてらっしゃいますよ、横浜で。だってですね、前例の打破とか、縦割り前例主義、既得権益の打破、おっしゃってるじゃないですか。政治に新規参入者を招き入れる、これ、とても大事なことなんですよ。違いますか。叩き上げでしょ。本当の改革者になりたいんだったら、いかがですか。少しはやってみたらどうですか。どうですか、総理。菅内閣総理大臣。まさに多様性というのが必要であるというふうに思います。そういう中で、自民党、今、女性の議員がそんなこと聞いてないよ。非常に少ないですから、そうしたものに対応しようとか、その世襲については、先ほど申し上げましたけど、その世襲だからという形ですぐ公認しないで、そこの出馬する選挙区で党員投票をやって決めようとか、そういういろんなルールを作っています。委員長、辻元清美君。それについても批判してるんですよ。公募で選べばいいとかね、いろいろ言ってるけど、親父の後を受けて息子や党員・党友の姿勢にはどうしても前任者の色がにじみ出る、世襲の該当者がいる選挙区では厳正な公募は難しくなるって言ってるじゃないですか。ですからね、私は申し上げてるのは、やっぱりね、叩き上げ、そして、前例主義、既得権益の打破っていうんだったら、日本学術会議の人事の6人を飛ばすとか、そんなことするんじゃなくって、自らの政治のありようを改革する、今の答弁だと、結局、叩き上げ総理でも、自民党の政権である限り、総理大臣のたらい回しでは何も変わらないということじゃないですか。私はそう思います。さて、そんな中で学術会議の問題、総理にお聞きしたいと思います。事実関係です。私はね、そっちの方がやってほしいですよ、学術会議の人、ね、何の基準かわからないのにね、6人をね、任命拒否するよりも。おとといですね、こういう答弁があります。105名のもともとの名簿は見ていないということは事実ですと、総理、江田議員にお答えになりました。その通りですね。総理、はい。総理大臣、菅義偉君。見ておりません。はい。辻元清美君。そうするとですね、99人の名簿、決裁犯行してるんですよ。この時に、いや、6名はちょっと今回は、任命できないという話は聞きましたか。
菅内閣総理大臣。もともとこの、いや、聞いたか聞いてないかだけだから。それは聞いてません。聞いてない。はい、99人の名簿が出てきて、ハンコしたんですねそこで印鑑をして、はい、参考資料としてはつけてきましたけど、見てません。でも見てなかった。はいはい、辻元清美君。それではですね、この6名が任命から外されたというのは、いつ知ったんですか、その後ですか。これ、総理しか分かんないよ、総理の記憶だから。菅内閣総理大臣。ちょっとお待ちください。ちょっと具体的に申し上げます。思い出してください。これ、ハンコついたでしょ。ついた、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと時計止めてもらって、じゃあ、総理、時計止めろ。いや、はい私、総理大臣になってから正式に、はい任命しますんで、その日にちだけちょっといや、確認して。日にちはいいです。6名を、ちょっと委員長。はい。わかりやすく説明してください。はい辻元清美君。これ、決裁したときに、6人が外されていることは、知らなかったとおっしゃったのでですね、じゃあ、その後ですね、6人の人が実は外されてたんだと、いうことを総理が知ったのは、この決裁の後のいつ頃ですかって聞いてるんです。はいはいはい菅内閣総理大臣。はい、どうですか。8月31日、学術会議の推薦を受けて、具体的な対応について相談を受けたわけです。具体的な相談を受けたのは、総理大臣になった後です。9月16日、私、内閣総理大臣に就任しましたんで、はい、でその後に、それを受けて、私が懸念や任命の考え方を官房長官や副長官に通じて内閣府に伝えて、最終的に99名を任命する決裁を行ったということです。辻元清美君。ですから、もう一回言いますよ、この6名のね、加藤陽子さん以下、6名の名前が出ました。でこれは、じゃあ、こんな人たちが任命されていなかったということは、ニュースで知ったんですか、新聞とか。いかがでしょう、ちょっと関係ないでしょ、もう全然関係なんで、総理の記憶をお聞きしてるんですよ。内閣総理大臣、菅義偉君。9月、まず8月31日に学術会議から総理大臣宛てに105名の推薦名簿が提出され、担当内閣からその内容の報告を受けて、私が官房長官時代から持っていた懸念というものを伝えました。こうした懸念点や任命の考え方を官房長官を通じて内閣府に伝えて、9月24日に内閣府が99名を任命する旨の決裁を起案して、9月28日ですね、決裁を行った。委員長。辻元清美君。そうすると、総理はですね、懸念は伝えたと、しかし具体的にこういう6名の方が、こういう理由で、任命から外されましたという説明は、受けてないということですね、具体的な名前を入れて。菅内閣総理大臣。具体的事実ですから、しっかり答えてもらいましょう。先ほど申し上げましたように、懸念や任命の考え方を官房長官や副長官を通じて、内閣府に、それに基づいて、9月24日に内閣府が99名を任命する旨の決裁を起案して、9月28日に私のところに決裁が回ってきて、決裁を行ったということです。辻元清美君。今、同じ答弁されてるんですよ。ですから、これだけ騒ぎになって、6名の方のお名前ですね、加藤さんとか宇野さんとか、具体的にこういう人が外れてたんだと、総理が名前も認識したのは、決裁の後ですか。はい、どうぞ。菅内閣総理大臣。決裁をする前に、
99人にするという話は報告を受けています。だから、はい、委員長。辻元清美君。ですから、105名出されてて、6人のこういう人が、外されたんだということを、総理が名前も含めて自覚したのはいつかと、決裁しちゃったけど、その後大騒ぎになりましたよ。それで、こういう6人が外されてたのかと、その時にお知りになったということでよろしいですね。ちょっと、もう関係ないでしょう。はい、具体的事実だから、しっかり答えてもらいます。はい、菅内閣総理大臣。私がその反抗した99人。 99名のその決裁をする前です。決裁を99人で上がってきた、その前にこういう形で上げますからという形です。委員長。辻元清美決君。裁を反抗を押す前に、こんな6名の人が外されたということを知ってたということですか。委員長。菅内閣総理大臣。そういうことです。委員長。辻元清美君。それでは、その6名の方が外されたという説明は誰から受けましたか。菅内閣総理大臣。まず私は8月31日に、ちょっと経緯がありますから、8月31日に学術会議から総理大臣あって105名の推薦名を提出され、担当の内閣からその内容の報告を受けて、私、官房長官時代から持っていた懸念を実は伝えました。そしてこうした懸念や任命の考え方を官房長官や副長官を通じて内閣府に伝えて、最終的には9月24日に内閣が99名を任命する旨の決裁を起案して、28日に私が最終的な決裁を行った。24日にこの99名が任命が上がってくる前に聞いています。聞いてます。はい。辻元清美君。誰から聞きましたか。はい。誰から。そんな関係ないでしょ、あなた。誰から聞いたの。総理ですよ。ちょっと総理ですよ。はい、総理しかわからない菅内閣総理大臣。杉田さん。多分杉田副長官だと思います。これいろんな方が来てましたんで、辻元内閣府からも来てましたから、はい。辻元清美君。そうしますと、その時初めてですね、総理は6名が、任命されてなかったということを知ったと。で、杉田官房副長官から聞いたと。じゃあ、6名任命しないと決めたのは誰ですか。はい。菅内閣総理大臣。それは最終決裁者は私ですから。委員長。辻元清美君。ということは、杉田官房長官が、この6名は任命しない方がいいですよと持ってきて、そこで話し合ってですね、じゃあこの人はこうだね、この人はこうだね、じゃあこの6名を外れて、99名にしたこって相談したんですか。菅内閣総理大臣。先ほど申し上げましたけど、私、8月31日に105名の推薦名も提出されたときに、官房長官時代からの私の懸念を内閣府に伝えたんです。だから6名についてです。その中で最終的に上がってくる段階で聞いたのは杉田副長官です。辻元清美君。じゃあ、杉田副長官が6名を提示したということじゃないですか。ということは、杉田副長官がこの6名を外した方がいいという判断をされて提示しているわけですから、杉田官房副長官にどういう理由で外そうとしたのか、ここに来ていただいて、ご説明いただく必要があるので、私たちは参考人として来てくださいと言ってるわけです。委員長、今度こそ呼んでくださいよ、杉田さんを。いかがですか、委員長。委員長に言ってるんですよ、今は。理事会で協議をさせていただきます。それでですね、この間、総理はですね、加藤陽子さんだけご存知だったとお答えになりましたね。どういうふうにご存知だったんですか、加藤陽子さん。菅内閣総理大臣。最終任命権者は私ですから、最終的には私が決めているということです。これは当然のことですけど、それは加藤陽子さんについては、当日あそこに名簿が出てましたですよね。
この委員会で配られています。私、新聞とかそういうことで知ってました。辻元清美君。どういう判断基準で、判断されたのか、総理は6人のうち加藤陽子さんはご存知だったということですが、加藤陽子さんについて、ちょっと私は女性の歴史学者として本当に尊敬している方なんですよ。それで、この本なんかもね、それでも日本人は戦争を選んだ、ものすごく売れてますよ。で、なぜこの人が外されたのかって、すごいショックだったんです。で、総理、ご存知ですか、加藤陽子さんは、の例でいきますとね、小泉政権から菅政権までの17年間、歴代内閣の政府の委員会や懇談会、例えば内閣府独立行政法人評価委員会など8つの委員を務めてこられました。安倍政権、菅官房長官の時も、内閣府公文書管理委員会の委員に、内閣府の官房長官、任命してるんですよ。そして、菅内閣、今もですよ、加藤陽子さんは、国立公文書館の機能、施設の在り方等に関する調査検討会議委員を務めていただいているわけですよ。ね、こういう加藤さんが、もうずっと政府が世話になってきて、その業績をですね、評価して、政府の委員に任命してたという事実は、総理はご存知でしたか、加藤さんについて、いかがですか。総理の認識、いや、総理が知ってたかどうかですから、総理、内閣総理大臣、菅義偉君。内閣でお願いしているということを私は承知してませんでした。はい、委員長。辻元清美君。こういうことも承知せずにですね、じゃあ、杉田さんから言われて、外しとこう、外しとこうって外したんですか。これね、加藤さんのケースでもそうですけれども、政府のですね、委員っていうのは、政府がこの人辞めとこうと思ったら辞めれるわけで、そして、推薦がなくても政府の一存で決められるわけですよ。ハードル低いんですよ。そっちでは今もお世話になってですよ、政府がその見識や学識を頼って、そして今も委員を務めていただいている政府の。ところが一方、独立性が高い日本学術会議の推薦の方は外してしまう。同じ人物を一方では政府が力を借りて、一方では拒否。任命拒否の根拠は破綻していると思いませんか、総理、いかがですか。いかがですか。内閣総理大臣、菅義偉君。個々人の任命の理由については、政府の機関に所属する公務員の任命であり、通常の公務員の任命と同様に、その理由については、人事に関わることですから、控えたいと思います。辻元清美君。このですね、新しい国立公文書館を作るというのは、上川大臣が議連の会長で、私も一緒にやらせていただいてますけれども、非常に見識の高い歴史学者としてですね、私どもは、加藤先生をはじめ、歴史学者の方のお力を借りてるんですよ。わかりますか。で、今までですね、加藤氏のような歴史学者の、例えば、学術会議の答申によって、国文学研究資料館が設立されてます。で、今、国立公文書館ありますね、これを新しくしようとしてるわけですよ。これについてもですね、学術会議の公文書算一に向けてという勧告が元になって、日本は初めて国立公文書館を作ったんですよ。諸外国あったんですよ。日本は遅れてたんですよ。学術会議がそれに勧告を出して、よしやろうということで、国際基準に合ったものを作ろうとなったわけです。こういう歴史、総理ご存知でしたか。総理です。総理です。菅内閣総理大臣。そういう形の中で、公文書管理官ですか。そうです。国立公文書館ができたという経緯は承知してませんでした。ほら、委員長。辻元清美君。何にも知らないんじゃないですか。学術会議が今までどんなことをやってきたか。例えば原子力基本法も、学術会議の声明によってですね、日本の原子力利用についての基本が作られたんですよ。国立公文書館もそうですよ。そして新しい公文書館も今力借りてるんですよ。その人を外してるんですよ。で、外した本人は、いや、そんな政府の役職をしてたのは知らなかったとか、
そして学術会議がそういう仕事をしてたのを知りませんでした。任命権者として失格じゃないですか、総理、いかがですか。内閣総理大臣、菅義偉君。それは私でなくて、皆さん考えることだと思います。委員長。辻元清美君。大体ですね、安保法制の時からですね、なんか学術会議を目の上の単行部にしてきたんじゃないかなと思い当たる節があるんですよ。あの時にですね、私、総理とこの場で相当ですね、議論しましたね。で、あの時に、200名以上の憲法学者の方が憲法違反と声明を出したんです。で、これについて総理は記者会見で問われた。そしたら総理はどうおっしゃったか。安保法制を違憲じゃないという著名な学者もいっぱいいるとおっしゃったんですよ。ですから私は質問をしましてね、合憲とする学者の名前をいっぱい挙げてください。3人しか答えられなかった。覚えてますね。覚えてるよね。それでですね、合憲という学者が少なすぎると私が、指摘するとですね、数じゃないと言ったんですよ。私はこの総理の姿勢がですね、そのものが多くの学者や専門家が問題点を指摘しても、数じゃないんだ、政権は正しいんだと。まるでですね、この時の総理のご答弁が、もともと学者の意見、そして、学問を軽視してきた、そういうことを表してるんじゃないかと思いますよ。いかがですか。数じゃないんですか。いかがですか。内閣総理大臣、菅義偉君。国会運営も数でなくて、野党の皆さんの考え方も聞きながら、私どもは進めているんじゃないでしょうか。辻元清美君。でね、この時ですね、総理は NHK のインタビューにお答えになってるんですけど、年末にですね、去年の、この安保法制の時にですね、政権の最大の危機だと思ったとお答えになってるんですよ。そして、さらにですね、総理のご著書でもですね、先ほどから出てる政治家の覚悟というご著書でも、この安保法制の時のことを書いていらっしゃいます。3人の学者が、憲法学者が、憲法違反だと言って、反対派が勢いづいたと。で、私はもう眠れなくてくたくたになったと。政権の危機だと、この時非常に危機感をお持ちになったんじゃないですか。いかがですか。そうインタビューで答えていらっしゃいますけど、いかがですか。内閣総理大臣、菅義偉君。私が答えているのはその通りだったと思います。辻元清美君。政権の危機だと思ったんですよ。で、学者がこの時行動いたしました。私はですね、あの時の総理の姿勢、まるでですね、憲法違反だと主張する学者たちは、政権を脅かす脅威、総理にはそう映ったように私は見えました。そして本でもかなり危機感を持ってらっしゃる、書いてらっしゃる。そしてですね、今から思えば、今回の任命拒否のあそこに源流があったように思います。2017年に閣議決定をしたあたりからおかしくなっちゃったわけですよ。総理、権力には越えてはならない一線があると。私は総理と当選同期です。そして自社さ政権でした。自民党の先輩方、中曽根元総理もいらっしゃったんですよ。多くの自民党の先輩方から学びましたよ。越えてはならない一線がある。私は梶山清六当時官房長官でした先生や後藤田正治先生や野中宏武先生がいらっしゃったら、総理、この任命拒否、人事はお辞めになった方がいいと止めてたんじゃないかと思いますよ。それが保守の懐の深さだったんじゃないですか。でね、学術会議の河野大臣が行革の対象にする、10億円でしょ、予算。私ね、少ないなってこの印象を受けたんですよ、見たとき。でね、アベノマスクに260億円使ったんでしょ。学術会議10億円の26年分ですよ、マスク2枚に。こっちの方ですね、なんでそんなことが起こったのかを検証する
安倍内閣の失敗を、そっちをしていただくんであって、学術会議の10億円のうちの5億円の人件費をちまちま削る、それが政治のやることですか、総理。いかがですか、総理。総理に聞いてます。総理に聞いてます。河野さん、総理に聞いてるんですよ。やっぱりね、これは覚悟の問題ですよ。何を日本は大事にするのか。戦争から、中曽根元総理も戦争を体験された、戦争を体験した人たちが、学術会議というのは、時には政府が道を踏み外しそうになったら、政府と違う勧告を出してブレーキをかける、そういう組織をあえて税金で作っておこうというのが学術会議の意思じゃないですか。国会の意思だったんですよ。わかりますか、総理。あえてですよ。私は日本にとって、そういう存在は非常に大事だと思っております。総理、いかがですか。大事だと思いませんか。河野さんに聞いてない、聞いてない。もう終わるから、河野さん、いいよ、もう。時間が来てますから。もう来てますよ。政府が支出している5000のすべての事業が行革の対象になります。学術会議もその一つです。はい、総理、いかがですか。総理に聞いてるんですよ。内閣総理大臣、菅義偉君。はい、時間が来てますので、今、行革担当大臣のところで、そこを精査していると思います。辻元清美君、総理は鬼滅の刃のですね、セリフを一言おっしゃったけどね、こういう最後に鬼滅の刃の、漫画の黒幕の言葉をこうならないようにとしてほしいので、紹介しておきます。私は何も間違えない。すべての決定権は私にあり、私の言うことは絶対である。お前に拒否する権利はない。私が正しいと言ったことが正しいのだ。こんなセリフ言ってるんですよ。こうならないように、くれぐれもご注意いただきたいと思います。終わります。これにて、江田君、今井君、川内君、奥野君、枝野君、岡田君、本田君、石川君、逢坂君、後藤君、辻元君の質疑は終了いたしました。